皆さんチャット GPT やジェミニ使ってますか？僕は使ってないです。嘘です。嘘とどうなんだろう。まあでもタイトルにある通りで、僕は最近ですねチャット GPT、ジェミニを使うシーンが極端に減りました。もうやめたと言っても過言ではないと思います。でこれは別に僕が AI の陰謀論にやられたとかそういうわけではなくて、新しい別のサービスを使い始めたからなんです。それがクロードです。別にクロード自体は新しくも何ともないんですが、これがねすごいですね。結論から言うと AI と会話していてイライラすることが圧倒的に減りました。的確で早くて精度が高くてこびずにダラダラしない AI チャットだなと僕は思っています。実際に使いながらどういったところが違うのかというのをお見せしていきたいと思います。初めてクロードについて聞く方も一定数いらっしゃると思うので、ちょっとね解説していきたいと思います。解説はクロードさんからお届けします。やっぱ僕に聞くよりも本家本元に聞いた方がね的確なので、ちょっと見てみましょう。クロードとはというところですね。でこれ僕のちょっとしたプロンプトテクニックなんですけど、ちょっとこう専門性の高い内容だとか、あと政治経済みたいなちょっとね僕の苦手な分野に関して説明を求める際には高校生でも分かるようにっていう風にプロンプトに加えてます。専門分野外の内容も高校生レベルだとすごく入ってきやすいです。なのでちょっと解説とかを求める際のテクニックとしてはおすすめですね。でシェアで言うとですね、実は5位なんです。ただ企業向けの市場だとオープン AI を上回ってシェア1位なんです。今まさにリアルタイムで勢いのすごいツールになっています。でこれ気になるポイントとしては多分ね有料か無料かってところがあると思うんですが、本当に他のツールと同じです。無料でも使えるんですが、各種機能をね使っていくにあたっては、課金が必要になってきます。僕は今プロの方を契約してますね。1月17ドルなのでだいたい2500円から3000円ぐらいですかね。本当にチャット GPT、ジェミニと価格帯は近いです。でマックスまでいくと、100ドルから月1万5000円ですね。僕はこれ結構ねこの価値があるんじゃないかなということで、マックスに課金することを視野に入れて一旦プロを使っているという感じです。でここまでクロードの概要をざっくりと説明していきました。で今僕はアプリ版 Mac のアプリ版を使っているんですが、ブラウザ版もあります。でまたスマホのアプリ版とかもあるので、そこら辺も本当にチャット GPT、ジェミニと近いかなと思います。で今回はですね比較のためにジェミニちゃんにも働いてもらおうと思います。まずは簡単にちょっとねタスクを与えてみようと思います。それぞれクロードとジェミニは月3000円弱くらいの課金をしています。その上でモデルは一番複雑なタスク用にしてみようと思います。クロードはオプパスで、ジェミニはプロでいきます。ちょっとね雑な問いを投げてみようと思います。日本における新卒入社制度の課題や現在地を教えて。じゃあまずジェミニちゃんから聞いてみましょう。ジェミニのプロモデルはねやっぱちゃんと考えてくれる分時間はかかりますね。どうだか今これ多分カットなしでお届けしようと思います。でも結構早いな。よく言われている課題感が出てきますね。じゃあクロードにも投げてみましょう。クロードもリアルタイムでちょっとやってみようと思います。すごいな。でこれ今ちょっとパッとあんまり差はなかったかもしれないんですけど、スピード感が体感クロードの方が速いような感じがします。ちょっと今のタスクだとそんなに複雑じゃなかったので時間かからなかったかもしれないんですが、だいたいクロードの方が 1.23 倍ぐらいのスピードでタスクを処理してくれる感覚があります。本当に肌感レベルではあるんですが、より複雑なタスクだとよりクロードの強さが効いてくる感覚がありますね。で読んでみるとなんかわかんない、こっちの方が情報が濃い気がしますね。近いようなことは言ってるんですけど、富士通とか具体事例も持ちつつ、そのままなんか知ったかぶりでも喋れそうな情報量な気がしています。で今スピードの話をしたんですが、もう一つ言うとこの文末も僕結構ねクロードいいなと思っているポイントなんです。ジェミニとかあとチャット GPT って毎回次の質問は何ですかって聞いてくるんですよ。これ僕嫌で質問に答えてほしいんですけど、なんか情報をなんかどんどん取ってこようという感覚がある。タスクが永久に終わらない感じがある。
で一方でクロードはもう質問に対して明確に断言して回答して終えてくれるんですね。もちろんジェミニでね、もうこれ以上聞くなという風なものを事前に入力しておけば全然できるんですけどね。まあでもなんかこう聞いてくる感じがちょっとね厚かましい感じがあるかな。なんかこうチャット GPT とかジェミニはこうコミュニケーションの湿度が高い気がします。続いて、ディープリサーチについてです。皆さんディープリサーチ使いますか？要はもう十数分ぐらい考えてもらって一つのこう調査に対してもういろんな文献をこう歩いてもらいながら、十数分かけて一つレポートを作ってもらうというような機能です。チャット GPT やジェミニには機能があって、でクロードにも同じような機能が存在します。事前にですねそれぞれに同じような質問を与えてみました。質問に関してはこんな感じです。あなたは編集者です。今度あなたの仕事部屋というテーマで YouTuber なごみ家にインタビューを行います。インタビュー前の事前インプット用として人となりや生活、道具や部屋などについてできるだけ多くの情報を集めて構造的にまとめてください。全く同じプロンプトです。僕のね話なんでこれ正誤判断がしやすいなということで、こんな感じのレポートをまとめてもらうことにしました。でもう事前にやってもらったのでこの調査結果は出ていまして、前提共有するとレポートを作成するのもまずクロードの方が早かったです。僕の情報はねもうネット上に大量に僕が勝手に一人で流しているので、それをどれだけ集めてこれるかというような、検証になってます。早速クロードから見てみましょう。YouTube チャンネルなごみ家を運営する生タクトは2000年生まれ、はい正しいですね。一人暮らし彼女の存在を匂わせる。登録者数間違ってますねこれ。去年の5月では確かに2万2000人ぐらいだったんだけど、今の情報は拾ってこれてないっぽいのかな。ここら辺はなんか割とリアルタイムに近いんじゃないかな。でもちょっと古いですね。メールアドレス違いますね。ここら辺ちょっと頼りきれないところはありつつ、下のインタビューに対しての、情報をどれだけ集められたかっていうところで言うと結構ね合ってるんですよ。2024年賞のノートで職人専人っぽさに憧れてのをつけてとそんなこと残してますかね僕ネットに。結構これノートから引っ張ってきてる感は強いですね。仕事部屋、デスク環境、インタビューの革新。デスク環境はなごみ家の最も強いことなので、はい。それぞれ使ってるアイテムこんな感じですと。ちょっと記憶はないが、ほとんど合ってそうですね。で、第2期プレダクツデスク導入。大幅刷新。はい。でも、これも合ってますね。MacBook Air M1 古いな情報がやっぱノートの情報結構優先してますね。細かい具体的な情報に偏りが見られるって感じですかね。だからこそたまに間違えちゃってるところもあるかな。個人的に良かったのはこの質問案ですかね。で思想の現在地、転身後の仕事部屋の意味の変化、日用品が好きですの真意、中の人として見るデスク。これそのまま聞くかっていうのは置いといても、こう質問を練る上での事前のね情報としてアイデアを与えてくれるような、具体のこういうものが出てきたかなと思います。僕がそんなにノートを定期的に更新しているわけではないので情報がね古かったりもするんですが、でもこういった本筋からしたら僕は及第点かなと思っています。で僕ねちょっとねジェミニはもうねさっき見ちゃったんですけどひどいもんですわこれ。まずですねこれ特筆すべきは活動拠点がオーストラリアメルボルンにあるという点。ないよ、日本にいるよ。年末年始にオーストラリアに行ったところを強めに持ってきちゃってるのかなと思います。なんかね本質じゃないことを結構言ってくるんですよね。なごみ家という名所の記号論的分解はインタビューにおいてはそんなにいらないんじゃないか。なんかね出来の悪い部下って感じがする確かにあなたは調べてきてるんだけど求めていることと若干ずれているみたいな感じで、根本が間違ってるから残念な感じにもなっている。メルボルンとかの話は全然いらないですもんね。やっぱジェミニっていうとこだけあって YouTube から情報を引っ張ってきているのがクロードよりも強いですね。ただ YouTube ってその文章的な情報を正確に読み取るのなかなかまだ難しいんだろうなとも思っていて、それがねこう根本からずれちゃってる原因になっている気がしますね。プレイリストが存在する。やっぱね YouTube すごい拾ってくるな。プロジェクターYouTube じゃん予想される。なるほどね。ちょっとこのレベルの情報を持ってきてほしくはないな。ここですよね。結論インタビューで何聞けばいいかっていう話で、まずメルボルンでどう生活してますかっていう本当にダメな質問
とチャンネル名からどうですかみたいな、これもちょっとね質低いと思いますね。大学生向けのコンテンツ僕これ大学生とかだと思われてんのか。大学生としてどうですかみたいな質問があるし、プレイリストこれはありだけど、プレイリストからしか引っ張ってきてないしな。 TCL のプロジェクター、これはもう完全に使えないレポートかなと僕は思います。ほら、学生でオーストラリアにいるクリエイターみたいなすごいイケイケな感じになっちゃってるもんね。正直どちらもねいいですねとは、なかなか言い切りにくいんですが、とはいえクロードの方が全然いいマシな気がします。使える部分がちゃんとある。で、あと最後の結論、インタビューとして掘り下げるべき質問案に関してもこちらは十分これは使えるなというふうに思います。僕ね、ディープリサーチ Google の方が絶対強いだろうと思ってたんですよ。なんせ Google 検索を持ってるので。でも正直そんなこともなかったですね。そうだもんね。レポートに僕の YouTube チャンネルしか使ってないですもんね。続いて曖昧な指示文をどう類推してくれるかという点です。僕はこれ使っていてすごく感じてしまったんですよ。前回のラミのボールペンのレビュー動画を作るにあたってちょっと英文を作りたいという時に雑に投げかけてみたんですよ。こういった言葉を英語にしてほしいと。で、クロードは簡潔ですね。本当にこれでいいよと。で、逆にですね、ジェミニはいろいろパターンを用意してくれると。これは好みかなとも思います。一方でその後なんですよ。ジェットストリームの特徴、これはという聞き方をしてます。僕の意図としては、これだったら英語は何みたいなニュアンスなんですよ。で、実際クロードはそれを読み取ってくれて Futures of Jetstream ちょっと保険としてジェットストリームの特徴を、日本語で解説してくれているという感じです。で、ジェミニはもうおそらく予想の通りです。ジェットストリームの4つの特徴を教えてくれましたね。英語でその特徴を伝えるなら、ちょっと文脈を読み取りきれなかったかな。こういうストレスが結構ジェミニは多発するんですよ。もっと言うとチャット GPT はまだこの点マシでした。文脈について結構ねちゃんと読み取ってくれる感じがあります。ジェミニはこれがね苦手ですね。ちゃんと丁寧に、文章を説明しないとなかなか伝わらないです。ちなみにですね、クロードはこの後もいろいろ聞いてみても英語でちゃんと返してくれるんですよね。この細かいストレスは結構使っていて感じます。あとシンプルにこれは感情的な話ですけど、筋違いのことをこれですって断言して言ってくるのも嫌ですよね。で、最後はですね、僕がずっとジェミニで使っていたジェムについてです。ジェムという機能、皆さんジェミニで使ったことありますでしょうか？ジェムとは、事前にいろんなプロンプト情報を与えることによってそれをベースに回答してくれるという感じですね。僕はこのジェムに自分の取扱説明書みたいなものを全て入れて、でそれに基づいて僕が適切な行動を取れるように助言をしてくれる、そんな設定をしています。これ詳細はですね、レオ遠山さんがご紹介している右腕 AI みたいな考え方を丸々参考にさせていただいたので、ぜひそちらをご参照ください。これをベースにすると一般論ではなくて僕の場合どうかという話を結構ね綿密に考えて答えてくれるんですね。このジェムっていうのが割とジェミニの大きな特徴なんですが、これクロードでもできます。プロジェクトにこんな感じで同じように僕の取扱説明書を読み込ませております。それぞれジェミニにはジェム、クロードにはプロジェクトということで自分の取扱説明書を投げた上でこういった質問を同じように投げてみました。孫子の兵法から学べるビジネス戦略について僕のケースにおいて活かせそうなインスピレーションや具体的な行動、注意点をできるだけ深く長く思考して列挙してもらえますかというところです。でこれも僕はどっこいかなというふうに思ってます。要はどちらも使ってもいいんじゃないかなと思っていますね。一番重要だなと思っているのはこの注意点についてどれだけちゃんと言及しているかという点です。クロードから戦略的に正しいことが人間的に正しいとは限らない軌道に頼りすぎない、勝ちやすきに勝つが挑戦しないに変質するリスク、短期的な勝利と長期的な繁栄の混同。ジェミニの方が分かりやすいというか、どっちかというと簡単な回答をしてくれている感じがありますね。クロードの方がちょっと深さはあるかもしれないけど、これは好みかなとも思います。
僕が言いたかったのはどちらがいいというよりはどちらも十分に使いこなせるよという点です。ここまでで分かった通りでジェミニが1個使う理由になっているような点は大体の場合クロードで完結できてしまうというところが僕の場合は特に強かったかなというふうに思います。でその上でクロードはもう日常的にいろんな質問していく上でのスピード、文末、あと変な媚びとか、あとリサーチの精度とかね、指示文をちゃんと読み取ってくれるとか、そういった細かいところもねしっかり仕事ができる部下というような感覚があります。ただじゃあみんなクロードに乗り換えればいいかというと、そういうわけでもないという話をしていきます。クロードができないこととか苦手なこともいくつかあるんですね。まず一つは画像生成です。ジェミニはすごいですね。ナノバナナって本当にすごいんですよ。正直画像をゼロから作成してというふうに言うとそんなにまだ精度は高くないような印象。まだ完全に任せることはできないなと思います。デスクを山中に置いてで細かい製品名とかもちょっと指定してみたんですが、やっぱこれはきついですね。これがなんだこれはスタジオディスプレイっぽいディスプレイの横に有効ボードでたくさんの機材がたくさん何これただ個人的にはナノバナナの強いのはこういったもう画像がすでに提供されている上で提案してというふうに言うと、いやこれすごくないですか？これすごいですよね。以前僕が住んでた空っぽの部屋なんですけど、いやーこうしたかったこれなら結構ね実務にも耐えうるレベルかなと思います。変な話インテリアコーディネートとかでね提案ができるレベルではあるんじゃないかなと思いますね。で一方でクロードはですねそもそもこの画像生成機能がありません。あくまで業務用途ですというところは、ジェミニとの大きな違いかなと思うんですが、一方で SVG 形式での画像生成が可能なんです。 SVG とはざっくり言うと、テキストによって画像情報を記録したり保存したりできるような形式になってます。テキストで表現できる範囲なら作成可能だよということなんですね。ちょっと分かりにくいと思うのでこんなことを聞いてみました。クロードでは SVG 形式での画像生成ができるとのことですが、例えばどのような画像が作成できますか？あなたの能力を最大限にアピールできる画像を作成してみてください。表現力をフルに生かした作品を作ってみてくれました。こんな感じです。すごっすごいアニメーションまでつけてくれてますね。こういったデータの可視化みたいな話であればこのクロードでもできるんですね。このコピーとかダウンロードもできますし、ピクセルメーター、僕が使っている写真編集アプリでの編集まで提案をしてくれます。ちょっと遊び半分の画像作成は無理なんですが、一方でこういった実務用途、例えばデータのビジュアライズだとかそういった点ではクロードの方が使いやすいというシーンも多いかなと思います。これは用途によりけりですかね。そしてクロード2つ目の弱点は過去の文脈を読み取ってくれないということです。こういった質問を投げかけてみました。私とのこれまでの会話を通じて私がとらわれているバイアスやトラウマや呪いを発見してもらえますか？このタスクを実行するには過去の僕とのやり取りを全てちゃんと読み取っていく必要があるんですが、ジェミニはですねこんな感じで結構僕とのやり取りを踏まえて、あなたこういうとこありますよねっていうのをちゃんとまとめてくれるんですよね。一方でクロードはこれが私たちとの最初のやり取りです。つまり今までのやり取りを元には会話をしてくれないということなんです。なので毎やり取りあなたとの初めての会話ということを十分に認識しておく必要があります。僕という存在を完全に理解してくれているわけではないんですね。ただこれ裏を返すと毎回新しい使い方ができるという点で、変な僕の先入観みたいなYouTuber のあなたにならみたいな提案をしないでフラットな回答をしてくれるという点でもあります。逆にパーソナルな情報が必要であれば先ほど話したようなプロジェクトに自分の説明書を読み込ませておくことによってここからなら私にとってどうかという回答をちゃんとしてくれるようになります。僕はこれクロードの方が使い分けがしやすいなと思いました。僕ね変にこびてくるのがやっぱり嫌なんですよね。あなたは今までこういった経歴あるからこういうことがいいんじゃないみたいな、いらない変に読み取らなくていい。好みとはいえ仕事効率化という観点とか変にバイアスにとらわれないという観点ではこのクロードの方が向いているかなとか思いますね。でこれと若干つながる点でもう一つクロードが苦手なのが人生相談です。同じ問いを投げかけてみました。動画をやりたくないですと、ちょっと悩みに寄り添ってくれないと。ジェミニは結構ちゃんとやっぱ寄り添ってくれるというか、こういうのが得意なんでしょうね。
そうむしろこびてほしい時にはジェミニを使った方がいい。今はご自身の心の回復を最優先にしてくださいねとか、好きなお風呂にでも行って、これは僕が今までお風呂が好きとか言ってないと読み取ってくれない情報ですよね。一方でクロードは一般論ですよね。冷たいですよね。業務感があります。なのでチャット GPT とかジェミニに相談とか寄り添いを求めている人にとってはクロードは置き換えると冷たってなるかもしれません。はい、以上になります。ちょっと長くなってしまったんですが、まとめるとクロードの強みはやっぱりストレスのなさですね。スピードが速かったりだとか、変にこびたりダラダラとやり取りを続けようとしなかったり、曖昧な指示文からもしっかりと類推をしてくれたり、パーソナルな情報と一般論的な情報をちゃんと切り分けて回答してくれる、こういったところが大きな強みになるので、まさに業務用途ではかなり使いやすいチャットかなというふうに思います。一方で画像生成だとか過去のやり取りに基づいた僕への寄り添いとか、相談事みたいなことに関してはやっぱりチャット GPT とかジェミニの方が強さがあるかなと思っています。じゃあ今後どうするのかという点ですが、僕はもう基本的にはクロードとのやり取りに集中していこうと思っています。今後の僕のジェミニの使い方はGoogle 用の AI みたいな感覚です。Amazon 内に Amazon の AI で聞くとか、Twitter 内で Twitter の AI に聞くみたいなことができるのと同じように Google 内のサービスについて Gemini に聞くというような使い方をしていこうかなと思います。やっぱりこの連携性の強みは肝ですよね。Gmail の返信文をささっと作ってくれたりだとか、 Google Meet でのミーティングをそのまま議事録としてまとめてくれたりだとか、普段使っているのが Google のサービスである分非常に連携性が高いです。またナノバナナもやっぱり使いたい、ここら辺は捨てられないというところもあります。じゃあダブルでこれ料金払うのかなんかもったいなくないと思うかもしれないんですが、 Google の AI のプランは Google ドライブ 2TB のストレージと一緒にセットになっているんです。 AI 用というよりは Google ドライブ用に毎月課金している感覚で、そんなにもったいないというほどのものではないかなと思ってダブルで課金していこうかなと思っています。で、あとさっきからチャット GPT の影が薄いじゃないですか。そうなんです。チャット GPT の出る幕は僕の中でなくなってしまいました。さっき言った通りクロードをメインに使ってジェミニは Google サービスとの連携用に使うとなると、チャット GPT でしかできないことってそんなに多くないんですよね。ということで今チャット GPT は僕は課金をしていません。もうかなり前からしてないですね。で、じゃあクロードとジェミニどっちか選べって言われたら悩ましいんですけど、僕クロードを選ぶと思います。というのもクロードって今チャット機能だけでここまで喋りましたが、他にもいろんな機能があって、そのうちの一つがコワークという機能なんです。もっといろいろできることあるんだろうなということで、ちょっともう少し使いこなしてから動画にしようと思いますが、何でもできるんですよ。本当にいろいろできるので、ここに期待をかけて MAX プランの導入も検討しているというところですね。それも含めてちょっとね、また引き続き AI 関連のお話はしていこうかなと思いますし、実際僕もねこれだけ使っているので、また活用の方法とか実際の生活にどのような影響を与えられるかという点でね、動画を作っていきたいと思います。引き続きこのチャンネルの登録と高評価をよろしくお願いします。このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を上げていますので、ぜひチェックしてみてください。今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。